回やれや。おかわり。はい、なでろう。いらっしゃいませ。あ、なんかピンク似合うってなってからかな。ピンク B さんも8足ぐらいは予備で。いや、ピンクが好きやねん。たまたまバービーに乗っかっただけで。昼から酒飲んどこういうもうすぐ俺のマブダチ来るで。あら来た。何が出る？いらっしゃいませ。ダメじゃないけど、お客さんが楽しんでもらえたらまあええちゃうかなって思ってな、なんかいろいろやるよと。なんでこれかぶってんや。お客さん前段牛す人気やで。小学校の子供がいっぱい来てたんよ。たこ焼き回す棒がめっちゃ長くてめっちゃかっこええって言われてなんか長い方のがなんかプロっぽいいう感じで長なって長いのがかっこいいか短いのがかっこいいか分からんけど、今から蓋していくの丸くなるように蓋していくんなんで俺とここうへんねん美味しくなれ言うて蓋していってんの。あときやあれ具材の種類どうやって決めたんですか？ああもうなんか適当なんかパッて思った時にやんな。これで7人前か。1人前8個として、まずこれトマトバジルなんでバジルと、今度はピザなんでマヨネーズとケチャップ、牛すじともちのりなんで醤油ベース、お
一番人気のネギ塩おろしにんにく。ちょっともう一回きれいにとってな。ちょっともうちょっと高めからいこう。何かかかって出ちゃった。これはもちのり、これもね。よし。はい、どうぞ。トマトバジル、ピザボール、牛すじ、もちのり、ソース、ネギ塩、ごま油、おろしネギボン。17年アホして頑張ってます。最初からピンクですか？いや、もう最初はな、普通のたこ焼き屋さんやったんやけどな、はい。だんだんチャラついてきたわ。自分の好きなもんだけにはやっぱなんかいつまでもそうやっておりたいな。まあ時代も変わってきたからそうはなかなかあれやけど、車も見たよ。今時あんなもん30年前の車なんか乗っともうあかん、金ばっかりかかる。もうエコカー乗りたい。なかったです。テーブル汚すだけやるねん。色なってきたよ。YouTube の再生が100万回転いきますように。熱と豚の油でしなーっと。なんでやろな、俺建築業やってて、ほんでマンションの横に掘ったて小屋みたいなのがあって、掘ったて小屋みたいな電話番号書いてたから、はい、電話してでちょっと中見してと、中見たらこのたこ焼きがあって、ほんで「おっちゃんこれ借りれるの?」って言うから「あ全然いいよ」って言われて「はい、で家賃なんぼや?」とか、はい、1万5,000円言われて、このテーブル1個ぐらいのスペースやのに「あかん」言って「おっちゃんこれ5,000円で貸して」で昼間仕事しながら夜帰ってきてたこ焼き焼いて、で昼間仕事ない時はお昼から仕事たこ焼き焼いて、でそんなんをずっと10ヶ月ぐらいやってたら会社にバレて「お前何やってんねん」みたいな「そんなん家でぼーっとしとったらもったいないやん、お金もないし」とか言って、そこでうち残るかたこ焼きがするのかもうはっきり決めってなんか社長にその場で言われたから、まあどっちが夢あるってわけじゃないけど、もう即答で「いやほんなもう会社辞めろわ」でほんでそのままもう辞めて、でそれからいろんなとこ転々と知り合いのお店のイベントとかでたこ焼き焼きに行ったりとか、そんなんちょこちょこしてて、お惣菜屋さんなんだよ。でそこに曲がりでこういう場所あるから貸したろかって言われて、で神戸長田からこっちに拠点を移して、でお惣菜屋さんのお客さんも「たこ焼き買って帰るわ」みたいな感じでそこで2年雇ったかな。でたまたまその働いてる人が朝仕事行く時にこの建物の壁に空き店舗ってなったんよ。ほなもう「タコちゃん」言うて、その時たこ焼き屋さんやったから「またなんかタコちゃん」って言われて「であっこなんか空き店舗なっとったで」って言われて。この辺飲むとこないからちょっと
あこれでなんかやりやって言われて、でその日に電話して不動産屋来てもうて、でシャッター開けたら絵が見えたんよ、自分のこうしようみたいな。だからもうその日にもうこう借りるわと、で次その掃除屋さんのとこでもう今日でやめますわとか言う、10日間ぐらいちゃうかな、10日ぐらいでもう店、もうバタバタしながらでオープンしたわ。もうそのたこ焼きのせる皿さえもなかって、これにたこ焼き入れて、ほんでお客さんこれ出してて、ほんでさすがにお客さんも「じゃあこれはないで」ってなってで次の日に100均行ってでお皿買うて、でやっとお皿に乗せるようになったからなんちゅう店やと思ったら、まあ、俺も考えたらめちゃめちゃやったなと思ってそうだからここになんか普通の鉄板があったら多分焼きそば屋かお好み屋か下手したら何もやってないか神戸長田やから一家に一台あるやん。で男3兄弟やってで共働きで学校から帰ってきてあんたらたこ焼きするの食べときと今では考えられへん。台所のガスホースからずーっと引っ張って自分らで油引いて火つけて作って食べてたわ。だからまあどっか修行行ったわけでもなく、ただなんか何個でも食べれるたこ焼きを作りたいっていうのがたこ焼き屋された時に思って、お土産で家持って帰って「おかんたこ焼き買うてきたで食べや」こんな時間に食べれるかって怒られる。で次の日食べるやん。ほんならもう次の日ってもう油が回って「もうこんなん食べられんわもう買ってこんとき」って言われてめっちゃ怒られた人ってそっから自分で作ると家でたこ焼きって全然そんな油回ってない何個でも食べれるよなとか思って極力もう油を引きたくないぐらいの感じでもうたこ焼き焼こうっていうのをきっかけでうちではそういうたこ焼きやな、一人で2人前3人前女の子が棒皿でも種類変えて食べていくようなそういうたこ焼きかな。何個でも食べれるわ、せんちゃんのたこ焼きってもう胸焼けてへんわ、ね、次の日食べても美味しいわ、冷めても美味しいわっていう、そういうたこ焼き屋を作ろうって思ったな。光沢のある方のこっちを裏チャプチェ入りごまの葉えごまこれでひっつくやはい完成美味しいのよなうちの銀もな。そう見てない。愛情を込めて巻くから美味しいなと思うで。何でもそうですよ。料理って多分一生懸命その人のために作るって思うから美味しくできるんやと思うんだよな。面と面で注文を受けて出来たてを渡すっていうのが俺のスタイルで、だから一切やる。なんかそんなお客さんに媚びって潤ってわけじゃないけど、まあ確かにお客さんよう来てたわ。で俺も仕事終わるたびに毎日ため息や。こんな形で俺はお金儲けしたかったんかとか思って、ほんでやっぱ違うよなって、俺のカラーじゃないよなって思ってからもう一気に音楽もうこういうスピーカー好きやからもうドーン入れて、この日から俺は一切お客さんに「いらっしゃいますよ」言わへんお店にしようとか思って。まあ今はちょっと言えるようになったでやっぱ離れていくわな。まあさすがにやっぱ無理かとか思ってるんだけど、でもその分音楽好きなんか雰囲気のあるお店好きみたいになった時に濃いディープなお客さんが来るようになって、でそれから「おかえり」みたいな感じのお客さんが増えてきて、はいお待たせ、はい、ありがとう。はいおきにまたね。はいまた来てやはおきに
なんとか食うてはいけるようになったけど、でそれからコロナやちょっと大変やなっていう時に、たまたまその前にこの子が保護犬で引き取ったから、あるお客さんがワンちゃん入れるお店にしたらみたいな、奇抜ななんか俺らしいもん作れたらそうやってもう犬 OK にするわって言うてできたのがこれ。インスタとか見ててバービーボックスが人が入れるようなボックスができとって、ほんでそれを見た時に「あ、バービードッグや!」とか思って、ほんで明日コーナー行ってこのカラーがいっぱいあったら作ろうって思って、ほんでコーナー行ったら山のように転がっとったから、いまだにまだこのピンクがもう山のようにまだあります。でもなんかいろいろ自分で作るの好きやったからな、このテーブルも俺も自分で作ったし、このカウンターもなんか今でもインスタとか見とったらこんなやり方なんやとかいうのがもう見てて楽しい。もうすぐなんか保存してまうねんや。パーティーのイベントとか、ね、そういうところにこういうのあってみんなが写真でイエーイって撮れるような人もできる入れるようなボックスにしたい。もしかしたら人のなんかイベントの仕事の依頼とか来てたらさ、ええかなとか思ってしてんけど全然こうへん。誰かよろしくお願いします。うちの名前もな、ちっちゃい時にな、うちのおかんが占い行って、この子は商売するわと、自分の名前で仕事しって言われて、ちょうどここオープンする時に、あ、そうや、こんなこと言われてたなとか思って、ほんでたこ焼きつにしたんだ。もう全然信じひんねんで。でも親しみやすいなっていうことで、つねちゃんにして。うちはあんまりコロコロいじらない。韓国ドラマハマっとってさ、それがもう寝不足の原因や。3時ぐらいまで明日撮影やって分かっとるんやけど、いやもうやめられへん。めっちゃおもろい。124話まであるから。はい、ありがとう。はい、俺が一番喜んでるから喜ぶ常雪やから常で狐にした。こんな感じで一日一日お店開けれて楽しい日々を送れたらそれでいいかなと思ってます。ぜひ遊びに来てください。